世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。ゲーム制作実況者のハイタカと申します。よろしくお願いします。今回はですね、講談社からね、年間1000万円いただきながら開発している千葉のボラは竜の降るというタイトル、こちらの体験版用のゲームスタートからクリア、あるいはゲームオーバーまでのね、ゲームモードの一連の流れっていうのがとりあえずね、そこそこ完成してきたので、今日はそのゲームモード、どんな流れで進んでいくのかっていうところをちょっと説明していきたいと思います。来年の年末ぐらいまでにリリースしたいなと考えているこちらの体験版なんですが、基本的には戦闘をメインコンテンツとして楽しんでいただくゲームになります。今回はシングルプレイ用の連戦モードですね。赤狼にアップデートで追加された連戦モード、心中の猛者たちとの連戦みたいなのあったと思うんですけど、あんな感じのやつをイメージしていただければ分かりやすいかなと思います。あとはあれですね、ポケモンプラチナの金ネジキみたいなね、戦闘をメインコンテンツとして楽しんでいただいて、で金ネジキにあったようなね、戦闘と戦闘の間でね、ポケモンを交換するっていうフェーズがあったと思うんですけど、ああいうちょっと戦略的な駆け引き、トレードオフ的な要素もね、少し入れていこうかなと思っております。実際にゲームの方起動していってみましょう。ではこちらがタイトル画面ですね。千葉のボラは竜の降る、制作中のタイトルロゴですね、使わせていただいてます。これ制作途中の画像なんですけど、やっぱりね、途中の画像でもこうやってバーンって出しとくとね、開発のモチベも上がるんで、こうやって使わせていただいてます。でこのタイトルロゴのね、色ですね、この青緑っていうんですかね、この色がこのゲームのイメージカラーにもなっているので、このメニューの UI のところとかのね、光り方も同じような色で統一しております。メニューの説明ですね、一番上からスキンセレクト、これはキャラクターの選択ですね。現在3キャラクターから選ぶことができます。初期装備がね、それぞれ違ってますね。で、スタートボタンを押すとゲームが始まって、EXIT を押すとね、ゲーム終了です。オプションのところからいろいろコントロールセッティングスとか、グラフィックセッティングスね、いろいろいじれるようにしたいんですけど、今はね、ハリボテですね。とりあえず側だけ用意してます。じゃあ実際に始めていきましょう。スタートと。タイトル画面と実際にゲームをプレイする場所がね、シームレスにつながっているので、こうやってね、スタートするともうそのまま直で動かせるようになってます。ゴッド・オブ・ウォーとかでもね、こういう手法使われてましたけど、個人的にすごいかっこよくて好きですね。このキャラクターは片手剣と盾を装備していますね。初期位置にいろいろ武器が落ちてたり刺さってたりするので、ここでね、自分の好きな武器をもう1本持っていくことができます。基本的に武器は2セットまで装備可能ですね。あと一応弓っていうね、遠距離武器枠があるんですけど、それを含めると3セットまで装備可能という仕組みになっております。準備完了したので戦闘エリアまで移動しましょう。アーチ状の建物ですね、この下をくぐると戦闘エリアになります。閉じ込められて戦闘スタートっていう感じですね。くしくも同キャラ対決となります。こっちはツバイヘンダー持ってるんでね、スーパーマリオして合流していきましょう。この全部共通で使えるキックがね、いぶし銀の活躍してくれます。ドーン、いい感じですね。じゃあこちらも片手剣使ってみましょう。武器投げから転送魔法で回収。魔法使いすぎるとね、第一シーンからのヘイト溜まるんで、ちょっと注意が必要ですと。現状でもね、結構アクションたくさんあるんで、こういう魔法とかね、決めて、これちょっと段差あるところでね、致命アクションしちゃうと、ちょっと座標がずれちゃうんですよね。なかなか解決方法難しいけど、ちぎりというアクションで第一シーンからのヘイトをこまめに下げていく。敵も魔法使ってきた。やべえな。吹っ飛び方がちょっと死にそうな感じだったけど、ちょっともう一回ツバイ使います。この辺で置き強攻撃刺さりますね。これまだ1戦目なんで、敵の AI レベルがだいぶ低めなんですよね。ガードがだいぶ緩いですね。バーまで耐えつつ武器チェンジ攻撃でテンポを変えていく。これ着地狩りいけますね。よし、刺さる。ここでちぎれるんでちぎってもらって、ヘイト低下させて、片手剣同士でね、同武器対決でちょっとこのままいきましょうか。もう敵赤 HP ですね。詰めて、ブレイクしても致命を食らわなければどうということはない。よし、これでフィニッシュですね。敵を倒すとドロップアイテムがね、出てきます。3つ出てきますね。ちょっと武器の種類がまだ少ないんで、どうしてもね、同じ武器とか出てきちゃうんですけど、じゃあ今回は片手剣を捨てて片手斧をね、拾ってみましょう。武器を拾うと2人目が出てきますね。このまま連戦していくっていうのが一連の流れになります。
で、体力の回復についてなんですけど、敵の死体ですね。死体ごとちぎりをすることによって HP が回復するっていう仕組みにしようかなと思ってます。もしくは、敵の死体ごとちぎりをすることで武器にエンチャントをすることができるっていうのもかっこいいなと思ってて、だから体力回復を取るか、武器のエンチャントを取るかっていう感じですね。体力満タンで勝利した場合はもちろんエンチャントを取ればいいし、命大事にね、生きたい時は体力回復を取るとかね。もしくはね、次の敵は高火力でゴリ押した方が戦いやすいよみたいな場合は、体力ちょっと不安なんだけどあえてエンチャントを取るみたいなね、そういうこともあるかなと思います。つまりある程度次の敵に対する予想が立てられる方が面白くなりそうだなって思ってるんですよね。そのための一つの案なんですけど、ドロップしてくる3種類の武器、この武器を次の敵は絶対使ってこないっていう法則性をね、持たせようかなと思っています。今それをやっちゃうとね、ちょっと武器の数が少なすぎて次の相手の武器特定できちゃうレベルなんですけど、例えばね、武器これからどんどん増やしていくつもりなので、例えば10種類武器を用意しましたとなってくると、ドロップした3種類は使ってこないので残り7種類に絞れると。でその7種類に対して汎用的に立ち回りやすい武器を拾っていく、そういう予想と対策みたいな戦略要素あった方が面白いかなと思います。さらにエンチャントを取るか体力を取るかを考えて選択していってもらうっていうイメージですね。ここでためちぎりするもそうなんだね、すぐ奪ってくるんだよねこいつ。 AI ならではの反応めちゃくちゃ早いってやつね。ツバイ変態奪われちゃったんでちょっと不利かなこれは。第一シーンからのヘイトもだいぶ溜まってるんで、ちょっと打開するの厳しそうですね。で確かねこの辺で負けるんだよね。これでフィニッシュと。でこちらが死亡演出ですね。カメラが地面の下に沈んでいって暗転してでタイトルに戻るっていう感じですね。この演出ね、実は裏設定があって、第一シーンがそもそもプレイヤーのことをね、主人公のことを肩越し視点でずっと眺めてるんだよね。こいつの生き様ちょっと面白いやんけみたいな感じで三人称視点で眺めてると。その第一シーンの視点から皆さんは画面を共有してねプレイしてるっていう感じになります。でプレイヤー主人公が死んだ瞬間、第一シーン的にはね、つまんねこいつ死んじゃったじゃんって感じで、じゃあ次の別の世界線の主人公のところを見に行こうってことで、一旦カメラがね第一に沈んでいって別の世界線の生きている主人公の肩越し視点のところにまたねカメラが映るっていうね、裏設定的な、裏設定ですらないけどね、そんな感じだったらおもろいよなみたいな開発者の妄想ですね。つまりプレイヤーたちはどっかの大統領よろしくね、いともたやすく行われるえげつない行為の犠牲になっているというわけですね。誰事はこの辺に知っておいて、今回はね、皆さんにゲームモードの紹介を一通りねさせていただきました。また何かねご意見要望感想等ありましたらコメント欄でぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。